こんにちは。ガンダムをこよなく愛するアムロちゃんです。皆さんこんにちは。助手のセイラちゃんです。今回は一年戦争で活躍した地球連邦軍とジオン公国軍のエースパイロットを紹介します。あまり知られていないパイロットたちも多く登場するのでお楽しみに。面白いと思ったらご登録をお願いします。好きなキャラや機体、シーンがあればコメントを入れてくださいね。セイラちゃん、地球連邦軍のエースパイロットと聞けば誰を思い出しますか？それはやっぱりアムロレイです。民間人だったのにもかかわらず、抜群のモビルスーツの操縦センスを持っているんです。ニュータイプっていうのもポイントが高いですね。そうですね。彼は連邦軍を代表するエースパイロットです。ただ、撃破数だけで見ると彼はナンバーワンではないんです。え？一番じゃないんですか？私はずっとアムロが一番と思っていました。じゃあ、誰が一番なんですか？軍で最も撃破数が多いのはデネス・ユング少佐なんです。誰ですか？その人。一年戦争時にモビルスーツ撃墜数149機、艦船撃沈数3隻という驚異的な数字を残したトップエースなんです。その数字はアムロが記録したとされるモビルスーツ撃破数の142機を上回り、撃破数ランキングで1位を獲得しています。マスターアーカイブ機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーションエースパイロットの軌跡で記録されていて、もともとは戦闘機トリアーエズのパイロットだったんです。ルナ2に配属後、驚異の力を発揮し、戦闘機で巡洋艦2隻を行沈するという無双っぷり。モビルスーツのパイロットに転向後も撃墜スコアを次々と伸ばし、少佐にまで出世しました。特に狙撃技術が秀でたようで、一年戦争終盤ではジムスナイパーカスタム部隊トラファルガ級支援巡洋艦トライアンフを母艦とする第7狙撃部隊の隊長に任命されます。アガオアクーの戦いでは味方と協力してドラス級空母の撃沈に貢献し、その際搭載されていたモビルスーツ数10機も撃破数に追加されたようです。彼がすごいのはよく分かったのですが、最後のはずるくないですか？確かにそうなんですが、連邦軍の場合撃破数は自己申告制なんです。そのため正確性に欠けることが指摘されていますね。ついでに言えばアムロの撃破数も水増しされたと言われています。ただアムロ自身が水増し申告をしたのではなく、ガンダムの性能を売り込みたかったものが申告した内容に色をつけたらしいですね。それではその他のエースパイロットも見ていきましょう。撃破数ランキング第3位はリドモルフ少佐です。踊るように敵を撃破する様子から踊る黒い死神と恐れられていました。あ、その名前なら聞いたことがあります。機体を真っ黒に染めている人ですよね。もともと戦闘機乗りだったのですが、その頃から機体を黒く染めていたようですね。アガオア空攻略戦で殉職してしまうのですが、それまでにモビルスーツ撃墜数68機、艦船撃沈数4隻と十分な記録を残しています。ジムキャノン、量産型ガンキャノン、ジムスナイパー2など中距離での戦闘が得意でした。第4位、第5位はシャルル・キッシンガム中尉とリョン交渉尉。それぞれモビルスーツ撃破数52機、戦艦2隻、モビルスーツ撃破数43機、戦艦3隻とまずまずの戦績です。彼らの愛機はジムやジムスナイパーカスタム。どちらも狙撃が得意だったようです。こうして見ると、連邦軍のエースパイロットにはジムスナイパー系が多いんですね。今度はジオン公国軍のエースパイロットを見ていきましょう。セイラちゃんは誰が撃破数1位と思いますか？今度こそシャア・アスナブルだと思います。残念ながらシャアは撃破数ランキングの5位にも入っていないんです。え？どういうことなんですか？華々しい戦績を上げてきた彼ですが、ガンダムが実戦投入されてからはそちらにかかりっきり撃破数が極端に減ってしまうんです。なるほど。確かにホワイトベースで撃破されたモビルスーツは少ないですよね。ジオン公国軍で最も撃破数が多いのはブレニス・オブス中佐です。どちら様でしょう？
モビルスーツ撃破数193機、戦艦8隻を誇る彼は、両軍合わせてのナンバーワンの戦績なんです。無駄弾を撃つのを嫌い、正確無比な射撃を実践。あまりにも正確なショットからワンショットキラーとも呼ばれていました。一年戦争終盤、彼が倒されて士気が低下するのを恐れた上層部は、彼を教育指導係へと前線から離れ、後進を育成する任務につけました。ジオンの教本にも登場するくらい、ジオン公国では有名な人なんです。彼の愛機はゲルググキャノン。キャノンで正確無比な射撃ってちょっと引いてしまいますね。第2位はノルデッド・ハウアー中佐です。モビルスーツ撃破数191機、戦艦4隻を落とすなどの戦績を残し、主要な戦いでも活躍しています。しかし、不思議なことに、情報がほとんどない謎のパイロットのようです。ザク 2S 型、ザクキャノン、高機動型ザク2、ビッグドム2などに登場。応用力のあるパイロットだったようです。サイド6近海で、サイクロプス隊潜入作戦の援護任務までついていたとのことで、地球宇宙間を行ったり来たりしている忙しい人のようです。第3位はジョニー・ライデン少佐です。私知っています。キマイラ隊の隊長だった人ですよね。一年戦争後に行方不明になったとか。そうですね。ただ、彼については謎が多いんです。モビルスーツ撃破数185機、戦艦6隻を撃破の彼は、堂々の3位にノミネート。ルーム戦役では、戦艦を続けて3隻も落とし、チャー・アズナブルに匹敵する実力を示しました。その後も、数々の戦果を挙げ、キシリアザビ直属のキマイラ隊の隊長に任命されます。各部隊のエースパイロットやメカニックなどが集められた部隊だったので、国民の期待も大きかったようです。5位にランクインしている新松永との死闘は今でも語り継がれていますね。愛機は高機動型ゲルググ。赤色のゲルググといえば、チャーよりも彼の印象が強いですね。第4位はエリック・マンスフィールド中佐です。モビルスーツ撃破数156機、戦艦3隻は十分すぎる戦績です。ジオン公国本国に所属するエースパイロットで、ギレンザビ直轄部隊に所属していたようです。グレーのパーソナルカラーの高機動型ザク2を愛機とし、ルリコンのエンブレムが描かれていました。最後に紹介するのは新松永大尉です。白いひげが似合うおじさまですよね。ホワイトカラーの機体がとても綺麗です。ひげを生やしたのはソロモン戦以降ですね。参加できなかった自分への戒めとも言われています。ドズルザビの親友としても知られていて、ドズルザビ殉職の報を聞いた際には号泣したそうです。モビルスーツ撃破数141機、戦艦6隻は堂々たる戦績です。しかし彼は上層部の陰謀に巻き込まれ、本来の力を発揮できなかったようです。登場機は高機動型ザク2。パーソナルエンブレムもかっこいいですよね。一通り両軍の撃破数の1から5位を見たのですが、ジオン公国軍の方が優勢ですよね。そうですね。ジオン公国軍は撃破数ランキングは僅差なんです。シャー・アズナブル大佐や黒い3連星の面々、アナベルナ島隊、キマイラ隊のエースパイロットと、非常に層が厚いんです。パイロットだけの質を見れば、ジオン公国軍が圧勝なのではないでしょうか。一年戦争におけるアムロとシャアの撃破数を比較してみましょう。まずはアムロの撃破数から。実際に確認できた撃破数を一覧にしてみました。一覧にするととんでもない撃破数ですね。この中にエース級パイロットの最新モビルスーツも含まれています。撃破数だけでないガンダムの性能とアムロの底力がわかりますね。戦艦撃破数もすごいですね。無彩級の戦艦5隻はすごすぎます。高性能の最新の試作モビルスーツやモビルアーマーを作ったとしても、こうも撃破されたのでは、ジオニック社などのモビルスーツ開発会社はデータが取りにくかったのではないでしょうか。それではシャー・アズナブルの撃破数も見てみましょう。彼の場合は後半から打倒ホワイトベースにかかりっきりだったので、撃破数は思ったより上がっていません。ただルーム戦役で赤い彗星として名前が知られた戦艦5隻撃破は艦隊戦が中心だった連邦軍に大きな衝撃を与えたようですね。実は全パイロットを通して戦艦の撃破数でシャアがトップなんです。この撃破数で戦艦撃破トップだなんて
やっぱりシャアはすごい。もしもホワイトベースを追っていなければ、撃破数トップだったかもしれないですね。そうかもしれません。実際に、グリプス戦役においてエウーゴに所属した短い間に、なんと、モビルスーツを110機以上も撃破しているんです。彼の力は底なしですね。ただ、一年戦争時の撃破数においては、アムロに軍配が上がりました。一年戦争では、己の命を懸けて、多くのエースパイロットたちが活躍してきました。その結果として撃破数につながっているんですね。ご視聴ありがとうございました。ご登録とコメント欄にご記入をお願いします。次の動画もお楽しみに。